ねえねえメタン、井上馨って明治時代のお偉いさんなんだよね。聞くからにクリーンなイメージだけど、日本で初めての汚職疑惑があったって本当なのだ。いいところに目をつけたわね。ずんだもん。それはおさり沢鉱山事件のことよ。井上馨の評判にちょっぴり黒い影を落とした大事件。今日はその真相を当時の時代背景も踏まえて分かりやすく解説してあげるわ。わーい、お願いするのだ。近代化を支えた鉱山。まず舞台となるおさり沢鉱山についてね。これは今の秋田県にあっためちゃくちゃ重要な鉱山よ。江戸時代は南部藩が持っていて、特に銅がたくさん取れたの。銅ってそんなに大事なものなのだ。大事よ。当時の日本にとって銅は数少ない貴重な輸出品、いわば外貨を稼ぐためのエースだったの。明治新政府が誕生すると、この金の卵を産むガチョウみたいな鉱山を政府が直接管理することになったのよ。なるほど、国にとっては超宝だったわけなのだ。その通り。新しい国づくりにはとにかくお金が必要だったから、このお宝鉱山をどう活用するかが日本の未来を左右すると言っても過言ではなかったわ。疑惑の払い下げ。そんな大事な鉱山で何が起こったのだ。ここからが本題よ。当時大蔵省のナンバー2大蔵大輔だった井上馨がこのおさり沢鉱山を民間に払い下げる、つまり売却することを決めたの。ふむふむ、国で管理するより民間のプロに任せた方が効率的ってことなのかな。考え方としてはそうね。でも問題はその売り方だったのよ。井上は自分の古くからの知り合いだった岡田平蔵という商人が率いる岡田組というグループにこの鉱山を売却したわ。しかもその値段が破格の安さだったの。国のお宝をお友達にだけ安く売っちゃったってこと？それってまさしく。そう、汚職よ。本来なら競争入札にかけるべき国の重要資産を特定の業者に不当に安く横流ししたんじゃないかって大問題になったの。野党や新聞は国賊だって井上をめちゃくちゃに叩いたわ。これが日本で最初の政治家による大規模な汚職疑惑事件と言われるゆえんよ。井上馨の言い分。うわぁ、井上馨、真っ黒なのだ。まあまあ落ち着いて。ここからがこの話の面白いところ。井上側の言い分も聞いてみましょう。当時の明治政府って実はカツカツの火の車。お金もなければ鉱山を近代的に経営する技術もノウハウもなかったの。政府が管理してたのに。そうよ。せっかくのお宝鉱山を古いやり方のままじゃ生産性も上がらない。このままじゃ宝の持ち腐れだって井上は考えた。そこでリスクを取ってでも最新の技術や設備に投資してくれる民間の力が必要だと判断したの。それで岡田組に？岡田組は当時としては数少ない鉱山経営に意欲と資金力があるグループだった。井上からすれば国のために一刻も早く鉱山を成長させなきゃいけない。そのためには多少強引でも実行力のあるやつに任せるのが一番だっていう彼なりのロジックがあったのよ。安く売ったのもその後の莫大な設備投資を考えれば妥当な判断だったのかもしれないわね。歴史が語るもの。そう聞くとただの悪いやつってわけでもなさそうなのだ。どっちが正しいのかわからなくなってきたのだ。それが歴史の面白いところよ。現代の物差しだけで見れば手続きを無視した癒着、つまり汚職に見える。でも当時は法律もルールもまだ未整備で、とにかく国を豊かにしなきゃっていう熱意が空回りすることも多かったの。結果的におさり沢鉱山はどうなったのだ。皮肉なことに岡田組も経営に失敗して結局はあの三菱の創業者岩崎弥太郎の手に渡って日本有数の鉱山に成長していくことになるわ。この一件で井上は一度政界を去ることになるけど、すぐに復帰して日本の近代化に大きな役割を果たし続けたの。なんだかすっきりしないけど、昔の日本を作るのは本当に大変だったってことだけは分かったのだ。その通りよ。白か黒か善か悪かでは割り切れない、そういうグレーな部分にこそ時代の熱気や人々の葛藤が隠されているの。井上馨のおさり沢鉱山事件はまさにそれを象徴する出来事だったと言えるわね。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは日本の侍に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。日本の歴史に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。